こんにちは、ミッキーです。今回はハリーポッタースタジオツアー東京事前準備13選としてご紹介します。2023年6月、2020年に惜しまれつつも閉園した東京のテーマパークとしまえんの跡地にシリーズ完結後の今もなお人気の高いハリーポッターの施設が誕生しました。その名もワールドブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッター。先日まで金曜ロードショーにて4週連続でハリーポッター特集が組まれていましたが、その機会に合わせて動画を作成しました。映像自体は2023年12月の様子になりますけれども、事前にここ準備しておけばよかったと思えた箇所を13点に絞りましたので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、ここからは事前準備としてご紹介しておきたい13個のポイントをご紹介します。まずは1時間前入場のおすすめ。豊島園の駅から歩き、施設のエリアに入った様子を今ご紹介しているんですけれども、西武池袋線の豊島園駅から徒歩2分の好立地にこちらのスタジオツアー東京はございます。豊島園駅自体も新宿から20分、池袋から17分と近いので、そのアクセスの良さも魅力の一つです。さて、まず初めに押さえておきたいのが入場時間。実は曜日ごと、シーズンごとで微妙に異なり、ざっくりと平日は施設のオープンが9時、ツアー開始が9時半、ツアーの最終回が15時、施設の閉園が19時になっています。土日祝日は施設のオープンが8時半、ツアー開始が9時、ツアーの最終回が18時、施設の閉園が22時になっています。そんな施設ですけれども、公式に詳しく述べられているわけではないんですけれども、施設内の入場はツアー開始のおよそ1時間前から可能です。例えば、ツアーの指定時間が12時だった場合は、11時から施設に入れるので、その分も見越して到着するのがおすすめです。なお、その日の一番最初の回、9時からのツアーの方は8時半からではないと施設に入れませんので、その点はご注意ください。とはいえ、ツアー1時間前からこの後ご紹介しますフロッグカフェやこちらのグッズショップを楽しむことができますので、ぜひともここは覚えていただきたい情報になります。さらに言うと、ツアー自体もこちらは公式のコメントとして、スタジオツアーの指定入場時間20分前に到着している必要があると記載がございますので、入場時間はともかく早めに来ることが推奨されていると取れます。さて、そんなハリーポッタースタジオツアー東京ですけれども、イギリスにも同様の施設がございます。ただ、ここ東京も世界では2番目に誕生した施設。そんな背景もありまして、オープン当初から日本人だけではなく外国からも多くのファンが訪れています。だからこそ一足先にこの世界観には触れてみてほしいです。さて、こちらはグッズショップの様子を映しているんですけども、グッズショップの中だけでもハリーポッターの世界観は広がっていますし、こちらを眺めているだけでも十分に時間は経ってしまうかなと思います。続いてご紹介しますのは、フードホールとフロッグカフェ。ここでは分かりやすいので、フロッグカフェと言わせてください。こちらは先ほどご紹介した通り、スタジオツアーの開始前からも楽しめるカフェなので、個人的にはスタジオツアーの前の腹ごしらえにぜひとも利用してみてほしいです。ご覧のように、カフェの中も映画の世界観さながらの大広間の様子やカエルチョコの座席など、フォトスポットがたくさんございます。ですので、先ほどのショップでグッズを購入していただいて、早速このフロッグカフェでツアーに入る前から写真を撮っていただくというのもおすすめな過ごし方になるかなと思います。こちらで提供されるメニュー自体も舞台となったイギリスの伝統スイーツが楽しめるなど、遊び心たっぷりでございます。店内もそうですけれども、メニューは各寮をモチーフにしたデザインのものが多数。もし可能であれば、組み分けの会員診断などをファンサイト等で実施していただいて、自分はこのスタジオツアーでどこの寮の魔法使いとして参加するのかというイメージを持っていただくと、より楽しめるかもしれません。ちなみに私は性格診断の結果、セリザイン。確かに顔出しをしていないけれども YouTuber はやるみたいな行動パターンを踏まえますと合っているのかなとも思うことができました。ですので順番としましては、グッズショップで
軽くグッズを買っていただいて、こちらで朝ごはんや昼ごはん、カフェタイムの時間を過ごしていただいた上で入場していただく。その際に少し時間に余裕があったら、性格診断等をしていただいて、その準備をしていただくというのがおすすめかもしれません。さて、メニューも非常に豊富でございまして、そのカラフルな色合いも特徴的でございますので、複数人で訪れていただいた場合に関しましては、いろんなメニューを頼んでシェアしていただくのが個人的にはいいかなと思います。さて、そんな中、この日にいただきましたのは、フードホールで提供していただいていました、9と4分の3番線オールデイブレックファスト。こちらはドリンクがついて2200円でございました。スタジオツアー東京全体に言えるんですけれども、ご飯がしっかり美味しいです。どうやらロイヤルホストなどで有名なロイヤルコントラクトサービスが監修、提供しているということでございますので、そのあたりが間違いない品質を提供しているといった印象です。アニメや漫画をモチーフにしたコンセプトカフェ、私自身も他の店で過去に訪れているんですけども、値段の割に味がといった経験はそこそこ多いかなと思っています。なので、そういった不安がある方に関しましても十分に楽しむことができます。他にはこちらのチョコレート、ニフラのチョコレートムースやパンプキンパスティも注文しました。味はもちろんのこと、見た目もとても可愛らしく、ツアー開始前から満足感たっぷりでございました。さて、ここからはスタジオツアーの様子をご紹介していきます。スタジオツアー自体、大人のチケットが6300円と決して安いものではありません。だからこそじっくりと楽しんでいただきたいというのが私の思いです。その上でぜひとも購入してほしいのが杖。杖は先ほどご紹介しましたショップで購入可能なんですけども、4600円もしくは4900円で買えるものがほとんどでございました。作中に登場しますルシウス・マルフォイのステッキ好きの杖は13400円と桁違いでしたが、そもそもそちらに関しましては売り切れでございましたので、ガチ勢以外の方々にはあまり関係ないかもしれません。そしてハリーやロンなど主要人物の杖14種類はプラス1000円で文字を入れることもできました。これまでのお話を聞いて、それでもやっぱり杖だけでも5000円というのはちょっと高くないかなと思った方も多いと思いますが、ご安心を。Amazon やメルカリでハリーポッター風杖などと検索しますと1000円前後で買える杖がちらほら。私も実際にメルカリで購入した杖を持って行って楽しむことにしました。概要欄でご紹介していますのは、クオリティも値段もちょうどいい2200円で買える杖のリンクを貼っていますので、よかったら参考にしてみてください。そちらの杖に関しましては、作中で登場しますニワトコの杖にケースもついて2000円ちょいなので、品質、値段ともに結構見合ってるかなと個人的には思っています。さて、今映していますのは大広間の様子。大広間はまさにハリーポッターらしい世界観の入り口になっていますので、こちらも十分楽しんでほしいです。続いて、押さえておきたいのが、撮影コンテンツの事前予習。撮影コンテンツと言いますのは、皆さん自身が映画のキャストになったつもりで撮影に参加できるコーナーです。一部有料のエリアもあるんですけども、私が今回参加した3種類は無料で参加することができました。まず一つご紹介しますのは、クディッチの観戦を応援するシーンのコーナー。こちらについては、事前にグリフィンドールとスリザリンでスタッフの方が案内を分けてくれまして、例えば私のようにスリザリンのローブを身につけている人がいますと、スリザリン側に案内されます。そちら詳しくは後でご紹介しますので、ぜひ参考にしてほしいです。他に無料の撮影コンテンツがあったのは、魔法の階段着にあります極肖像画と魔法省の暖炉。特に魔法省の暖炉につきましては、原作を見ていないとイメージが湧きづらいと思いますので、予習がおすすめになっています。そんな時間ないよという方のためにアドバイスをしておきますと、暖炉から飛び出して戦いに行くぞみたいなイメージで登場すると間違いない映像を撮れるかなと思います。そしていずれのコンテンツに関しましても QR コードを読み取って参加し、後で同じページから映像のダウンロードをすることができます。さてこちらが先ほどご紹介しました魔法の階段の着なんですけども、こちらでは撮影コンテンツとして参加いただいた動く肖像画にご自身が入って映ることができます。その映像は魔法の階段の様子の中に組み込まれた状態で撮影することもできますし、後で QR コードからコンテンツ自体をダウンロードすることもできます。魔法の階段は定期的に場所が変わりますので、うまく写真の瞬間や動画の瞬間を調整していただくことになるかなと思います。さて、この辺りは必要な部屋の様子になっていますね。ここにもたくさんの撮影の小道具がありまして、一つ一つ見ているだけでも十分に楽しめますので、宝探しをする感覚でいろいろと見てほしいなと思います。さて、他には有料版のコンテンツとして、ほうきにまたがって飛行できる体験コーナーもあります。そちらは時間とお金に余裕があれば、ぜひとも参加してほしいです。
寄稿すること自体は無料なんですけども、動画のデータに3000円、写真に3000円とかかっていくイメージになりますので、そこそこかかるかなと個人的には感じています。さて、こちらが先ほどご紹介しましたクィディッチの観戦を応援するシーンのコーナー。先ほど申し上げました通り、グリフィンドールとスリザリンにスタッフの方が分けてくれます。そして予習という意味で重要なのが場所取り。クィディッチのシーンでは最前列にいることができればしっかりと映ることができますけれども、意外とおすすめなのが内側の列。グリフィンドールでは向かって左側、スリザリンでは向かって右側の端っこにいればしっかりと映ることができます。ですので案内された後にグリフィンドールの場合は右側に詰め寄って、スリザリン側に誘導された場合には左側に詰め寄って映ることで十分に映れます。特にお子さん連れの方は映らないと残念になってしまうかなと思いますので、ぜひとも最前列もしくは映る場所選んでほしいです。あとはせっかくなので楽しむこと。今回私が参加した回はあまりノリがいいとは言えなかったんですけども、こればかりは運なのでしょうがないかなと思っています。続いてご紹介しますのは、闇の魔術に対する防衛術の授業について。こちら公式サイトに明確に記載がないので要注意なんですけれども、15分間隔で開催される人気企画になっています。私のようにじっくりと巡っていく人はなんとなくやってるなぁと気づけると思うんですけれども、エリア自体がツアー開始から1時間以上経った場所にあると考えられますので、特にお子さん連れの方は疲れてきているタイミングでスルーしかねないかなと思っています。そんな闇の魔術に対する防衛術の授業では、スタッフさんの指示で闇の魔術に対する防衛術を学ぶことができます。ここで重要になってきますのが、やはり杖の用意。杖があるとなしでは全然雰囲気が違ってきますので、このためだけにも用意してほしいなと思います。さて、今映像で映しています通り、ここはまさに闇の魔術に対する防衛術の授業の空間。歴代の先生方だったりとか、その時に使われた小物だったり、そして今映していますような教室の様子もありますので、ここはフォトスポットとしても抜群かなと感じています。体験の際には、お子さん連れの場合にはお子さんの様子を、カップルや夫婦の場合にはパートナーの様子を取り合って、闇の魔術に対する防衛術を学んでみてほしいです。様々なコンテンツの中でも動きがある場所になっていますので、例えばストーリーとか TikTok とかに上げる際には結構映えるかなと思っています。一回行ったことない方に関しましては知らない方も多いと思いますので、ぜひここで押さえておいてほしいです。続いて押さえておきたいポイントは、ローブはユニバより高コスパというところです。ローブにつきましても、先ほどから杖をお勧めしているのと同じく、せっかくなので買ってほしいアイテムになっています。やはりスタジオツアーの魅力はいい写真がたくさん撮れること。最近は SNS アカウントを持っている人もほとんどだと思いますので、トップアイコンに使えるような写真があったりするのもいいですし、さらに単純に思い出に残すという意味でも写真を撮りたくなるという気持ちになれるアイテムを身につけていることには十分価値があるかなと思います。そのため必要だと考えますのがローブなんですけれども、こちらに関しましてはスタジオツアー東京のショップでの購入をお勧めします。第1に値段もユニバーサル・スタジオ・ジャパンが16,000円で購入可能な一方で、スタジオツアー東京では13,000円で購入可能です。また同じくユニバと比較した場合に、ユニバではサイズが4種類の展開なんですけれども、スタジオツアー東京では8種類ございますので、よりご自身に合った一着を探すことができます。そして名前入れサービスを無料でお願いできますので、その点もおすすめなポイントかなと思っています。唯一欠点を挙げますと、オンラインでの購入がユニバとは違ってできない点。ただし、この点に関しましては、冒頭でご紹介した入場を1時間前に行うことで解消できますので、ぜひ現地での購入をお勧めしたいです。名前入れに関しましては時間がかかりますので、おそらく帰りに受け取るというパターンがおすすめなのかなと思っています。さて、こちら闇の魔術に対する防衛術の後の空間なので、ホークラックスを中心に闇の魔術と対抗した際のアイテムが飾られています。こういった作品の背景なんかを思い出しながら巡っていくというのも十分に楽しめるような空間かなといったところです。さて、続いて押さえておきたいのはカメラの用意。先ほどスタジオツアー東京での楽しみは写真撮影が大きいといった話をしましたけれども、その際に重要なのがカメラ。写真はもちろんのこと、動画を撮ることも多いかと思います。ただ、施設内暗い箇所が比較的多いので注意が必要です。
カメラにはセンサーサイズというものがございまして、ここでは詳細を割愛しますけれども、例えばアクションカメラなどではセンサーサイズが小さいということもあって、暗い場所での撮影をうまく行うことができません。なので訪れる前に夜間の風景で試し撮りをしてみるなどして、ご自身のお持ちのカメラやスマホが暗い場所でもしっかりと映すことができるかどうかというのを確認されることを強くお勧めします。その上で複数人で訪れた場合には、一番うまく撮れるカメラで写真を撮ってもらうなど工夫をすると後悔もないかなと思います。さて、なんて話をしているうちに、こちらは屋外エリアになっていまして、ハグリッドの小屋の様子です。作中でもハグリッドの小屋、シーンは登場するんですけども、じっくり見る瞬間はあまりないと思いますので、結構貴重な空間だったかなと思っています。そしてこちらは、ルーピン先生とハリーが話をしていたりとか、最終章ではデスイータとの戦いで肝になる場所になっています。そんな屋外エリアなんですけれども、服装についても注意が必要です。基本的にローブで歩くかと思うんですけれども、真冬や真夏は体温調整もおそらく難しいです。なので、施設内に外の空間があるということも意識しつつ、日焼け対策をしたり、寒さ対策をしたりすることをお勧めします。なお、後で詳しくご紹介しますが、大きな荷物はクロークに預けられるので、スタジオツアーの中だけ利用する用のハンドバッグやトートバッグがあるとより良いかもしれません。そこも含めて世界観を大事にしたいという方に関しましては、革製のバッグにするとホグワーツ製っぽく巡ることもできるかなと思います。さて、こちらナイトバスのエリアですね。あと外にはハグリッドのバイクのエリアもありまして、そちら結構列ができるような人気なエリアになっていました。こちらはプリベット通りのハリーの家。ハリーの家に関しましても、物置部屋の細かい細工なんかもとても凝っていて素敵だなと思いましたので、ぜひチェックしていただいて、映画のシーンの中だけでは確認することができないような細かい点にも着目していただくといいかなと思います。こちらの屋外エリアに関しましては、先ほど申し上げたような真夏や真冬含めまして、ちょっと服装の工夫が必要なエリアということもありますので、タイミング次第だと本当に空いて巡ることができるんですけども、タイミングが悪いと混んでしまいますので、そこは結構様子を見ながら、例えば外のバタービールのコーナーでバタービールでタイミングを見つつ撮影をしていただくというのがおすすめです。さて、こちらがバタービールのコーナーになっています。バタービールに関しましては、バタービールのカップをお土産に持っていただくこともできますので、そこも嬉しいポイントだったかなと思います。バタービール私も初めて飲んだので、その味は結構癖になりそうだなと思いました。バタービールというだけありまして、ビールではなくてビールの形をしたスイーツみたいな形になっています。このカップに関しましてはプラスチックになっていますので、お子様でも安心できる素材です。ぜひこの機会にお試しください。続いてご紹介しますのはバックロットカフェというところです。こちらはスタジオツアーの折り返し地点にありますバックロットカフェというレストラン。スタジオツアー東京内のレストランの中でも最も種類が多く、ここ自体が見どころあふれる空間になっています。店内はスプラウト先生がいた魔法生物学の温室の中みたいな雰囲気になっていました。メニューは忍びの地図をイメージした包み焼きハンバーグなどのアラカルトメニューや大人気のヘドウィグケーキ、アラゴグの隠れ家というチョコレートケーキなどがありました。ヘドウィグケーキは鳥かごに限りがあるようで、タイミングによっては注文がストップすることもあるようでした。ドリンクメニューも非常に豊富で、アルコールメニューがあるのも特徴的。あとは平日限定かつ数量限定のアンブリッジ教授のアフタヌーンティーというのもありました。本場イギリスの英国式アフタヌーンティーを楽しめますので、もし興味がある方は試してみてほしいです。さて、メニューの中で最も注目なのはグリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリズリンと各寮をイメージしたプレートメニュー。グリフィンドールプレートはローストビーフをメインに据えたメニュー。ハッフルパフプレートはローストチキンをメインに据えたメニュー。レイブンクロープレートはフィッシュパイをメインに据えたメニュー。スリザリンプレートは渦巻くソーセージをメインに据えたメニューになっていました。中でもレイブンクロープレートは大人気ということで、昼過ぎには売り切れてしまうこともあるようなので、試したい方はツアーの開始自体を午前中にするのも良さそうです。ちなみにレイブンクローのプレートはパイ生地に書かれた問題の答えがパンの裏に書いてあるという遊び心もありました。ぜひレイブンクロー製らしく食事の時間も脳トレに費やしてみてください。さて、その中この日いただきましたのはこちらのハッフルパフプレート、そしてレイブンクロープレートとチップス、ジンジャーエールとメロンソーダです。個人的にハッフルパフの植木鉢の中にあったライスボールみたいなメニューもとても美味しかったなと思っていまして、いずれのメニューに関しましても冒頭でご紹介した通り味がしっかりしていますので、満足感たっぷりいただくことができるかなと思います。
またサラダがついていたりと結構栄養のバランスも優れているのかなと感じることができました。結構プレートだけでもお腹いっぱいになりますので、スイーツを食べる余裕はないかもしれませんけれども、もしお腹に余裕がある方は先ほどご紹介したようなヘドウィグケーキとか、あとはアラゴグのチョコレートケーキなんかも注文していただいて、食後にはコーヒー等を注文するのもいいかもしれません。またこのバックロットカフェの近くに先ほどご紹介したバタービールのお店もありますので、食事の後のバタービールというのもおすすめです。さて、腹ごしらえが終わったタイミングで、事前準備に押さえておきたいもう一つの点をご紹介します。それは滞在時間がめちゃくちゃ長い点です。私自身、美術館などはじっくりと巡るタイプなので、そもそも滞在時間が長いタイプではございます。ただ、それを差し引いても、この日は8時半から15時半まで本当に一日中滞在していたなと感じました。公式の発表では、滞在時間は約3時間から4時間ぐらいと案内がございましたけれども、それでもやはり長いなと感じます。もちろん終盤は足がパンパン。特に女性の方はヒールなど歩きにくい靴で着てしまうと悲惨かなと感じました。また、お子さん連れの方は途中で飽きてしまったりするケースがあったり、抱きかかえながら歩くのに親御さんが疲れてしまったりということもあるかと思いますので、長時間の滞在になることを覚悟して準備を整えていただきたいです。さて、こちらはホグワーツ特急の様子を映しているんですけども、ホグワーツ特急の先頭のあたりはフォトスポットになっていまして、撮影に結構列が長くなっていました。なので、ホグワーツ特急との写真を絶対撮りたいという方に関しましては、スタジオツアー開始して、まずは向かっていただいて、写真を撮ってから、一旦写真を撮って戻ってツアーを楽しむというのもおすすめかもしれません。そこまでホグワーツ特急との写真を楽しみにしているわけじゃないという方に関しましては、ちょっと離れたところからであれば、ホグワーツ特急と写真撮れますので、そういった形でも満足いただけるかなと思います。あとは車内の様子、こうやって映してるんですけども、ディベンターがやってくるような様子なんかも体験することができます。続いて注意していただきたいのが、駐車場が完全事前予約制だという点です。東京都内とはいえど、実は車でも行きやすい立地にありますので、車で訪れることを考えている方も多いと思います。ただし、実はスタジオツアー東京では、駐車場は完全事前予約制になっています。ですので、チケットを取った後は忘れないように駐車場の予約を取ることをお勧めします。なお、駐車料金は1日で1800円ということでございました。さて、今映している映像は魔法省の様子になっています。この魔法省エリアも個人的にはとても好きなエリアになっていまして、物語の終盤では肝になっていくシーンでありましたし、今まさにシリーズが続いていますファンタスティック・ビーストの物語の中でもこの魔法省のシーンはとても多くなってきますので、ぜひお気に入りのシーンとお気に入りの場所を探していただいて、ご自身の写真や動画にも収めてほしいなと思います。さて、続いてお勧めしたいポイントは、荷物がクロークに預けられるという点です。先ほどから何度かご紹介していますけれども、クロークに荷物を預けられるのは嬉しいポイント。コートやカバンはもちろんのこと、スーツケースも預けられますので、ロッカー事情を気にせず、ツアー時にも身軽に回れる点はとても嬉しいポイントです。施設内に関しましては、現金もしくはクレジットカード決済になりますので、普段は QR コード決済やタッチ決済がメインという方は、財布も忘れないようにしましょう。あと、ATM の設置はございませんので、クレジットカードを持たず、現金のみで訪れる際は、事前に現金を引き落としておくことをお勧めします。さて、こちらはダイアゴン横丁の様子です。ダイアゴン横丁も、オリバンダーの店やウィーズリーの店を中心に、とても凝った様子を見ることができます。また、ダイアゴン横丁の朝の様子、そして夜の様子と、結構定期的に変わりますので、その様子も比較しながら撮っていただくのもいいかなと思いました。あとはこのダイアゴン横丁の前に映していました魔法生物のところに関しましては、こういった SF 映画の撮影の裏話を見ることもできましたので、映画が好きな方、そして撮影の裏側が気になる方にとってはとても楽しめる空間になってたかなと思います。さて、ツアーも終盤になってまいりました。最後はホグワーツ城を外から眺めた様子を見ることができる空間になっています。
そして最後に押さえておくべきポイントとしましては、館内 Wi-Fi につなぐべしというところです。館内は結構電波が悪く、通常の携帯回線では繋がらないことも多いです。ただ、入り口付近で Wi-Fi の案内もございますので、訪れた際にはまず Wi-Fi につないでツアーに備えることをお勧めします。先ほどからご紹介しています QR コードを読み取って体験する撮影コンテンツの中に関しましても QR が出せないとなってきますと、撮影を円滑に進めることもできませんので、なるべく Wi-Fi につないでいただいて、電波によってちょっと体験が損なわれてしまうようなことがないようにしていただくといいかなと思います。以上、今回はハリーポッタースタジオツアー東京の特集をさせていただきました。全部で13個事前準備の項目ご紹介しましたけれども、動画を見ている中で忘れてしまったことも多いかと思います。概要欄の中には今回の13個のポイントをダイジェストでまとめていますので、気になるところからチェックしていただくのもいいですし、あとは一つずつ手元にメモしていただくなどして、事前の準備備えていただければと思います。また、事前準備のコメントばかりに気を取られてしまって、そのツアーの様子見ることができなかったということに関しましては、2倍速でもいいので、もう一回この動画見直していただくことで、ここにはこういったシーンがあるんだなとか、あとはそのツアーの巡っていく順番を感じていただくことで、この辺で休憩取りたいなという参考にもなるかなと思います。ぜひ、ハリーポッタースタジオツアー東京、未だにホットスポットになっていますので、このタイミングで訪れてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。